今回は、悟りの状態とでも言えるゾーンについて話します。某バスケ漫画で有名となったゾーンですが、ゾーンに入ると、スポーツであれ、ゲームであれ、仕事であれ、まるで、その空間と完全に一体になったかのように、思い通りに、心や体が動き、無敵感を得られると言います。我を忘れるほどに没頭してしまえば、圧倒的パフォーマンスを発揮できるので、ぜひともゾーンに入る方法を知りたいという人は少なくないのではないでしょうか。イギリスのリンカーン大学をはじめとするグループによるアスリートを対象にした研究によれば、ゾーンには2種類あり、入るコツは目標設定の仕方にあるそうです。サイコロジー・オブ・スポーツ&エクササイズに掲載された研究は、圧倒的なパフォーマンスを発揮したアスリートに、その数時間から数日後にインタビューして、その時のことを語ってもらい、ゾーンの詳しい特徴について調べたものです。それによると、彼らは、ゾーンには、2つの種類があるらしきことを口にしているとのこと。例えば、ある探検家は、ゾーンには間違いなく、2つの状態があると語り、マラソン走者は、レースは、2種類あるような感じだと述べています。研究グループは、それぞれ異なるタイプのゾーンを、フローとクラッチと呼んでいるようで、フローは、行為に完全に没頭した状態で、まるで自動的に行っているかのように楽々と行うことができます。それは、あらゆるものがカチッとはまっているかのような感覚。一方、クラッチは、自分で作り出すことができます。ここぞという場面で、意図的に集中を高め、底力が発揮された状態。スポーツの世界では、一般に、クラッチパフォーマンスとして知られていて、1987年に、NBA の伝説的選手、マイケル・ジョーダンが、1989年のプレイオフで見せた、ザ・ショットなどが有名です。クラッチパフォーマンスは、ここ一番の大勝負といったプレッシャーがかかる場面で起こります。マラソンなら、レース終盤で、このままいけば、自己最高記録や、優勝が狙えそうだという状況が挙げられます。スポーツ以外の場面でも、例えば、大事な会議に間に合うためには、次の電車に絶対に乗る必要があり、懸命に駅へ向かって走っているというような状況。一方、フローは、これまで遭遇したことのない状況や、いろいろ試行錯誤しているような場面で起こります。例えば、初めてゴルフコースでプレイしたとき、マラソンで、初めてのルートを走ったとき、真っ白なノートでブレインストーミングをやっているときなど。こうした状況では、プレッシャーや周囲の期待などはなく、ただ自由に探求することができます。それぞれのゾーンに入るには、目標の種類が重要だと言います。クラッチパフォーマンスが発揮されるのは、大きな結果が手に入りそうで、何をすべきか分かっているとき、目標実現へ向けて、ぐっと底力を解放するのです。課題を終わらせるために、徹夜してみたり、締め切りを守るために遅くまで作業したり、自己新記録を更新するために普段以上に頑張ってみたり、そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。この時、鍵になるのは、はっきりとした目標があり、それを達成するために何をするべきか、きちんと理解していること。明確な目標があれば、力を発揮できるのはある意味当然です。しかし、フローの場合は少々違うようで、探求できる状況でなければいけません。プレッシャーや周囲の期待といったものから自由でなければならないのです。目標はオープンであることが大切で、次の5キロをどのくらい速く走れるか、ゴルフでどのくらいのスコアを出せるかといったもの。こうした上限や制約のないオープンな目標は、プレッシャーや期待といったものがなく、また少しずつ自信を深めていくことができます。フローに入りやすいのは、こうした状況であるそうです。フローもクラッチも無の境地といった感じです。スポーツだけでなく、勉強でも仕事でも活かせそうですね。いずれにしても、適当に前に進むのではなく、明確なゴール設定が必要です。しっかり自分と向き合って設定してみてください。今回の動画は、これで終わりとなります。よろしければ、
動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。